皆様お久しぶりです。ネロクロニクルです。この数ヶ月間ですね、ちょっと動画の更新が滞っており、本当に申し訳ございませんでした。ちょっといろいろねありまして全然更新できてなかったんですけども、今回ねやっと、復活することができました。今回はちょっとその経緯とかをね皆様に話していきたいなと思っております。SNS とかもね本当に全然更新できてなかったので、待っていただいてた方がいらっしゃいましたら本当に申し訳ございませんでした。今回はね LINE の方からいろいろとお話をさせていただくことになりますので、お時間があればぜひ聞いていただければなと思いますのでよろしくお願いします。ではLINE さんお願いいたします。そうだな、俺のツイッターを見てる人たちは分かってると思うけど、俺はストイックに体を鍛えてたわけだけど、あまりにも重たい重量で体を鍛えすぎたせいで、ある日突然腰痛になってしまって、でも首も痛くなって、でも立って歩くのもやっとな状態になったわけだ。それでとりあえず整形外科に行って診断してみたら、軽度のヘルニアって言われて、それで手術するほどの大きなヘルニアではないけども、軽めのヘルニアだって言われて、それで徐々に治していこうっていう話になったんだけど、それでとりあえずその整形外科のリハビリに通うことになったわけだけども、そこのリハビリの内容が簡単なストレッチしか教えてくれなくて、それでそのストレッチよりももっと強度の高いストレッチを風呂上がり毎日30分ぐらいやってたんで、それぐらいの内容のストレッチじゃ多分治んないなってことで、そこからずっといろんな治療所に通って、いろんな治療法を試して、このヘルニアがマシになるような治療法を探して、数ヶ月ぐらいずっといろんな場所に通院してたわけだね。整形プラスで整形で治らなかったから、今度次はスポーツ整形に行って、でスポーツ整形でも結局そのリハビリがあんまり普通の整形外科のリハビリと変わらない内容だったから、もう諦めて西洋的なカイロプラクティック行ったり、あとオステオパシーとかいうよくわからないの行ったりとかで、あと東洋の鍼灸行ったりとかで、あと経血の指圧のマッサージとか行ったりとかいろいろ行って、でもいろいろ行ったけども結局、原因がわからないまま治りようがなくて、俺でもう椅子にも座れないし、もう言ってしまったらもう本当に寝そべっている状態がもうずっと通常だったみたいな感じの状態で、ずっともうベッドに横になってる状態だったね。それである日たまたまいろいろと調べていくうちに深層筋っていうやつと深層筋筋膜リリーストリガーポイント療法っていうものに行き着いて、でそれでそこに通い出してようやくマシになってきたっていう感じで、それがマシになってきたのももう本当に1ヶ月ぐらい前の感じで、それで今徐々に歩けるようになって、普通の日常生活を送れるようになって、ようやく今こうやって動画が撮影できたりとか、今後ツイッター更新したりとか、ネロクロの活動ができるぐらいには回復したから、こうやって動画を作ろうということで、トシヤと一緒にこうやって映ってるっていう感じだな。今回はね初心に戻ってこの大自然の中で改めてネロクロとして進めていこうということで、ここで撮らせていただいてます。本当にトシヤの方にもねちょっと迷惑かけてしまったけど、お互いねちょっと忙しかったっていうのもあり、ナインさんの体がね万全じゃなく、ちょっと活動が難しかったということもあり、時間が流れに流れてちょっと今になってしまったという
結果でございます。本当に皆様お待たせして申し訳ございませんでした。ここからちょっとずつね YouTube とか、YouTube の活動をまずは頻度上げて行っていって、音源を作ってライブもしてっていう風にちょっと改めてやっていきたいなと思ってますので、ぜひ皆さんこれ見てくれてる人はまた応援していただけると嬉しいです。そしてですね、なんと今日はナインさんがその自分のね体で苦しみまくった結果購入した器具たちをこの大自然の中に持ってきてくれてるんでね、ちょっと本当にね、最初に言った整形外科だとなんか骨が悪いから骨を治せって言われて、それで骨なんだと思って、骨のいろんなものを調整するような器具とかいっぱい買ったんだよな。俺で別のとこ行ったら今度は骨じゃなくて筋肉の筋が悪いみたいなこと言われて、でもうその筋に効くようなものも買ったりとかして、それでなんかあとなんか体鍛えるんだったら腹筋鍛えろって言われて、でいや俺ジムで腹筋鍛えてるけどなとか思ってたんだけど、で別のとこ行ったらいや腹筋じゃなくて背筋鍛えろって言われて、ほんで背筋なんだとか思って、で別のとこ行ったら体鍛えんだって言われたんだよな。だからとりあえず言えるのはあれだよ、腰痛で今苦しんでる人はね、まず一旦整形外科とか行くんじゃなくて筋膜リリースとかトリガーポイントアプローチっていうのを一回試した方がいい。全然わからないです。いやいやでも本当に多分ね見てる中で多分ね今腰痛いなっていう人はね、まずねそういうとこ行った方がいい。でそこ行って自分に合わないとか治らなかったらもう別のとこ行ってもいいから、とりあえず一回行った方がいい。ああいうとこマジで効く。瞑想を重ねてなんか意味わからん気泡みたいな、そうそうオカルト療法オカルトもうマジであれはびっくりしたけどな。ナインさんは手を出しておりますから。なんかもうそこ行ったらさ、なんかこう仰向けもう、ヘルニアだから普通みんな大体基本うつ伏せになれって言われるんだけど、そこ行ったらいきなり仰向けになれって言われて俺でなんかお腹のここら辺をなんかちょっとの力でちょんって触られて40分ぐらい触られてそれで終わって6000円取られたんだよあれだけは未だに謎だったね。オカルト療法、あれはオカルトだよな本当に。もう目の前真っ赤になったよ俺もあれこれで終わるのかよと思ってでびっくりするほどにさ、一番効果があったその筋膜リリースの店がなんか知らないけどトシヤの家の近所なんだよねあれまさかのだよな本当に。俺だからもう治療のためにさもういろんなとこ行ってさ、別に今ねホームグラウンドにしてその大阪以外のとこもガンガン他県にもバンバン行って治療を受けたんだけど、結局一番聞いたのがトシヤんちの近所の治療所だったっていうもう意味が分かんなかったからね謎すぎます。謎だったね。もうそれでさもう本当にもうまずさなんかあれもう今日はいいからなんか俺めちゃめちゃキャラ違うけどさ普段のないんじゃない、もう声のトーンももう全然ないんじゃないけど、やばい、もういいかもう今日はもうこのもうほぼ素でいくけどさもうなんかその首の骨のあれが歪んでるっていうからこういうグッズあるんだけどさあったこれでこういうセットでここにここにこういう風な感じで備えてこれを後ろにつけてこれで空気を送って膨らまして骨を伸ばすってやつなんだけどもうこれを買ったんだよね。だからもう骨が歪んでるっつうからこれもうなんかね本当にまずこの器具絶対この場所に合ってないですよ。もういやアウェイ感が半端ない。この時点でこれとこれを持ってる俺がもうすでに合ってないよな。不審者中の不審者です。もうだいぶやばいよなこれ。やばいです。これさあんまり効果ねえんだよ。でだってもともと原因がさ骨じゃなかったからそうで、いやこれなだからなもうそれ買ったのはいいけどさ、これもう全然使ってなくて、これあれだぜこれいくらすると思う2万円。あちょっと近いよ近いよマジでそう2万6000円するんだよこれでだぜ。めちゃくちゃ高い。やっべえよなこれ
だからもう結局買っちまってさでほらこういうのってさもうすぐ使ってすぐ効果出るもんじゃないから、はい何週間ぐらいから使うじゃんこういうの、はいはいじゃあもう返品できねえじゃんもうあー何週間も経ってるから使さってしまったらね使ってしまってね、はいここまでやっちまったらさだからもう結局今もうこれあれだよ置物になってるんだよ俺んちでこの置物嫌やなで最終的にあれだよえまだあるまだあるまだあるんですかでこの大自然に何持ってきてるんですかね本当だよいやもう言っとかなきゃね本当これなんすかそれこれはでもね効果あったあいやっていうのも俺がその、まあ、筋肉のこりとか、はい深層筋っていう深いこりが固まって腰痛とか首痛を起こしてたから、これはそれを緩和するはい筋膜リリースガンってやつなんだけど筋膜リリースガンそう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 これでスイッチを押してこうやったらこうめっちゃ動くんだよね強烈にでこれを背中とかそういうあ凝ってる部分に当てて、筋膜っておなんかミルフィーユ状になってて、ひっついちゃうんだよねでひっついたらだんだんそこが固まっていってそれが痛みとか凝りになっちゃうからでこれを振動で当ててなんか特殊な振動らしいんだけどさ、なんかそういう、まあ、筋膜リリースになんかこう有効な振動があるらしくてでそれで筋肉をほぐしてそのミルフィーユだからひっついたミルフィーユの皮みたいなのを全部剥がしていって元通り戻すってやつなんだよこれは意外と効くちょっと試してみていいですかいいよそれねスイッチここだよあそこここはスイッチボタンまずこれをオンにしてでそこでそれでなんか首とかおおけどいいっすねそうなんか確かに芯まで響いてる感じがするそうでいろんなアタッチメントがそう先っぽもいろいろあるからその場所に合わせてやればいいっていうやつなんかテレフォンショッピングみたいな感じになねってますけどやべえいや本当に今ないやめっちゃスピードも速いなんですこれそうありがとうございってまいうやつなんだよこすなるほどれでまあこれはまあこれも買ってまあはいまあ2万円ぐらいするんだけいやどさ高いな何円使ってるんですかもう治療費だけでもやばかったからねそれで、まあ、これでまあ筋肉がほぐすとはいでだけど寝相が悪かったりとか寝てる時も寝相が悪いとなんかまた凝ったりとか腰痛が出てくるから、はいだからもうちゃんとした寝姿で寝るようにしなきゃいけねえってことでさ、はいそれで買ったのかなまだあるんですかちょっと僕も何持ってきてるか知らなかったんですけどすごいこの量とこのシチュエーションはやばすぎるもう本当になちょもっう何買ったかって言ったらな、はい枕だよなんでここに枕持ってきてるんですかもうね、まあ数ヶ月にわたるねうん治療生活でしたそうもんもう本当にまあそういうもう治療しかしなかったねそういう過程を得てそうねねやっとやっとこうやってなもう復活を果たしたというみんなの前にこうやって現れてさこうやってこんなこと言ってられんのもさ治療がねうまいこと言ったからねそう本当にね座るだけでもねもう無理って言ってましたそうねもう車の振動だけでも痛いって言ってそうたからだから車でねナインさんのとこに行ってももう移動ができないんですよそうそうそうなんだよだからもう一番撮影とかもねできなかったそうだから一番楽なんがもう寝るか立ってるかが一番楽でもう最悪だったけどな本当にやばいです、やばかったまあ、そういうことがあり、そうなんだよまあ、とうとうう今回復活できたということでだな皆様には本当にねご心配ご迷惑をおかけしましたがやっと復活を果たせました、ありがとうございます。ありがとうございますさてまあ場所も場所なんでねちょっと肉をね焼いていきたいなっていう話してました、そうだなまあ復活祝いにねそうだなはい2人で肉食おうぜっていう話をしてたんでちょっと皆様ももう少しね動画をお付き合いいただけるのであれば肉焼いていくんで見ていってください。はい
焼いていきたいと思います。めっちゃでかい。これが2枚やるメガステーキっていうやつね。おおうわー、おお、ちゃんと中まで火通んのかな。調理していきますか。炭で焼いてるのか何で焼いてるのか分かんないけど。確かに。よし。よいしょー。1個。ということで早速ね食べていきましょうか。いただきます。食えるだろ。この画面でな。確かに。どうしよう。まあまあ。うまいですね。でかいから噛み切るの大変。すげえなこれ。切ってもでかいですね。うまっ。じゃあウインナーをね。なあウインナーもうまいね。ナインさんチョイスのこだわり抜いた。ちゃんとしたウインナーだ。そうそう。何が違うんでしたっけ。普通の市販のウインナーは大体な、日本の場合多分海外だと違うかもしれないけど、日本のウインナーの場合だと増粘剤とか水飴とか入れてちょっと加工してしまってるから、これはかなり極力少ないリアルのウインナーだったから。リアルリアルなウインナー。これリアルそうできる限りね。リアルになる。場合によっては下ネタと捉えられる可能性ある。リアルになる。確かに言えてる。リアルになる。やばい。こうやってな、もううまいもん食えんのもね治ったからですよ。腰がねよかったよ本おかえりなさい。当に。本当だよね。もうご迷惑を入れてますよ。食えねえなこれ。でも仮面トラブル。久々だからねこれつけんのも。だけど相変わらず鶏肉さはナンバーワン。やばいなこいつ邪魔だなこれ。改造してこう上げるように言ったよね。体力はない。かかってな。本当だよ。またベビーキャから仮面取り組んでちょっと改良しなきゃな。だいぶとかやると動いたらパカってやられたら。あ、だからあれだな、食事用のマスクっていうことで作っといた方がいいな。確かにそれあったら便利ですね。あはい、ということで、本日の動画はねここまでにさせていただきたいと思います。今回我々この大自然でパワーいただいたんで引き続きちょっと頑張っていこうと思います。改めて皆さん今後ともよろしくお願いします。はい、ということでネロクロニクルでした。ありがとうございました。バイバイ。